こんにちは、こっとりです。ご視聴ありがとうございます。今日のこっとりチャンネルお散歩動画は、三浦淳さんのフェスが京都で開催されているということで、 YouTube でもよくある感じの行ってきた的な動画となっております。よろしくお願いいたします。三浦淳さんは京都生まれで、私とは10歳くらい上なのかな。一応漫画家やイラストレーターといった肩書きもありますが、言わずと知れた日本サブカルチャーの第一人者、もはや神とさえ言われる、いや仏かな、とにかくそんな存在でもあります。なんかよくわからないけど何した人っていう若い方もいらっしゃるかと思いますが、メジャーな実績としてはマイブームなる概念と言葉を作った、ゆるキャラというジャンルと呼び名を作ったなど、滋賀県の人にはゆかりの深い飛び出し坊やを世に広めたという功績も欠かせません。ただもともとはアンダーグラウンドというかマイナー分野の人というか、自分独自の感性で面白いと思ったものを世間に発信し続けてきた結果、これだけメジャーな存在になってしまったわけで、 YouTube も SNS もましてやパソコンもインターネットもない時代、1980年代の初めからすでに今でいうインフルエンサーとして活躍してきたという偉大な方なんですよ。今回のツアーというかフェスの内容なんですが、私も今まで何度か動画でご紹介しているくらい大好きなこの京都駅ビルを使って、その各所でポスター展示やフォトスポットを展開。 JR 京都伊勢丹7階の美術館駅京都にて、マイブームの全貌展という作品&コレクション展が開催されています。期間は7月13日から8月25日までです。私がこの人を知ったのは、子供の頃に作品というか漫画をたまたま読んで衝撃を受けたのがきっかけでした。その漫画はタイトルも何も覚えていませんが、なんだかヘニャヘニャした絵だなというのが印象的だったのと、少し内向的な子供が主人公で、お盆か何かの親戚の集まりでおじさんやおばさん、いとこの子たちへの対応に苦しむ様子が描かれていました。子供は明るく元気が一番という昭和の時代に、そういうナイーブな子供の心情をリアルに表現するのはある種タブーだったので、その衝撃はものすごくて、自分も人見知りな子供だっただけにとても共感できました。その後ずっと三浦淳さんを追い続けてきたわけでもないので、コアなファンの人には怒られるかもしれませんが、仏像とか特撮、プロレス、あと松本清張さんとかは自分もハマった方なので共感できる部分が多いですね。では改めてマイブームの全貌展、その一部を紹介していきたいと思います。こちらは壁いっぱいに展示されたコロナ絵の数々。コロナ絵とはコロナ禍に趣味で描かれた絵だそうです。本人がよく死ぬ前に見ると言われる走馬灯に出てくるであろう心象風景を描いたと言われています。なので本人に説明してもらわないとよくわかりません。科捜研の女の人もいます。ガメラの宿敵ギャオス。こちらは猪木の卍固め。これは俺たちの旅的な3人でしょうか。ではこれまで三浦淳さんがハマってきたご自身のマイブームとその収集品たちをいくつか紹介しましょう。こちら旅行会社のカニツアーパンフ、カニパンブーム。その赤い色に惹かれたそうです。冬場よく見るやつですね。こちらは冷蔵庫に貼られることを前提としたマグネット広告、レーマブーム。水のトラブル的なやつですね。もらってもあまり嬉しくないお土産のことを嫌げ物と命名されて、これも一世を風靡しましたが、さまざまなカテゴリーがあるのも今回分かりました。ゴムヘビブーム。昭和の子供の頃はゴムでできたヘビとかムカデとか、なぜかみんな持ってた気がするんですけどね。今では絶滅危惧種らしいです。あと
三浦淳さんは本当に松本清張が好きなんだなっていうのが伝わってきました。社会派ミステリーと言われる松本清張さんの作品世界を因果応報という言葉で表現されています。三浦淳さんらしい仏教用語ですが、確かに単なる謎解きだけでは終わらない深みというか独特の怖さがあります。三浦淳さん自身、調子に乗って羽目を外さないように自分への戒めのために描いてはるのかもしれませんね。さて、展示品の最後はオリジナルキャラクターのオブジェを紹介しますとあれこれは違いますね。これは同じく京都で今年展覧会を開催中のポップアーティスト村上隆氏のオリジナルキャラクターでした。手違いでした。すいません。まあせっかくなので軽くご紹介だけ。世界的に評価され、若い方たちにも大人気。今飛ぶ鳥を落とす勢いの村上隆さんのもののけ印京都は京都市京セラ美術館で絶賛開催中です。村上さんにもよかったらぜひ松本清張作品を読んでいただきたいと思います。こっち、これが三浦淳さんのキャラクター、カエルの菊人形でした。ゆるさ加減が断然違いますよね。ではいよいよ皆さんお待ちかね、京都駅ビル伊勢丹大階段のグラフィカルイルミネーション三浦淳フェス in 京都スペシャルプログラムをご覧ください。ところで今回、京都駅ビル飲食店とのコラボというのもありまして、チラシに記載のお店で1000円以上の飲食とチケットの半券提示で三浦淳フェスオリジナルレーマプレゼントということで、私もゲットしてきました。なんと店舗ごとにデザインが違うらしいです。皆さんもお好きな店でぜひゲットしてみてくださいね。ちなみに私のレーマは頑固オリジナルとなっております。さて、今回のこっとりチャンネルいかがだったでしょうか。このチャンネルはちょこっと懐かしいをテーマに時代を感じさせる古いものやゆかりのある場所を紹介しています。よかったら高評価、チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ励みになります。では最後までご視聴ありがとうございました。